この10年で一番怖い映画。これは大きな誤解を生む表現です。真に受けないでください。そしてこのお騒がせな宣伝文句に苦情や疑問の声が集まっているのは日本だけの話ではなくアメリカでも同じです。この大げさなフレーズがどこから来たのか、そもそもどこまで信憑性があるのか、順を追って少し詳しく話しますが、結論はもう最初に言った通りです。もしあなたがこれから映画ロングレッグスを見るのであれば、この宣伝文句は真に受けないでください。一旦忘れてください。はい、ということで、今回は映画ロングレッグスのこの宣伝文句についてだけ話す動画です。映画本編を見ていないあなたや、少しでもこのキャッチコピーに惑わされたあなた向けに撮っています。映画本編のレビューは別に動画を出しますので、この動画の中では本編の感想は話しません。私の本編の感想も聞きたいという非常に心優しい方は大変お手数ですが、もう一クリックしていただければと思います。さて、この10年で一番怖い映画、これ一体誰が言ったんでしょうか。アメリカでアンケートを取ったわけでもなければ、アメリカの観客の総意でも決してありません。このフレーズの下、よく見てください。フリッカリングミスと書いてあります。フリッカリングミスというのはエンタメ系のメディアサイトのようです。この10年で一番怖い映画という評価は、フリッカリングミスの EJ モレノという一人のアメリカ人の評論家がロングレッグスを表して使ったフレーズです。EJ モレノは2024年1月にレビューサイトレターボックストにロングレッグスの短いレビューを投稿し、その中でこの表現を使いました。アメリカでのロングレッグス公開は同年の7月ですから、これは一般公開よりも6ヶ月も前の話。試写で多くの観客よりもはるか前にこの映画を見た評論家が投稿した感想です。その中で EJ モレノはロングレッグスのことを私にとってこの10年間で最も怖い映画だと評しています。この EJ モレノという評論家は YouTube にも同時期に感想動画を上げています。そこでも動画のタイトルに同じフレーズを使っています。しかしその一方で、この動画の中で EJ モレノはこうも言っています。最後にこんな怖い思いをしたのはヘレディタリーを見た時以来だ。あれ？ヘレディタリーは2018年の映画なので、EJ モレノがロングレッグスを見た2024年時点でまだ6年しか経っていませんけど、おそらくここではそういう厳密な意味で10年という話をしているのではなく、要は10年に1本級の怖い映画だというニュアンスを伝えたくて、こういうビッグワードを使ったのではないかなと思います。真相はわかりませんけどもね。何にしてもこの10年で一番怖い映画という評価は、たった一人の人がアメリカで一般公開よりも半年も前にこの映画の良さをみんなに伝えるために選んだひどく抽象的な表現でしかないということです。他の人が口を揃えてそう言ったわけでは決してありません。事実、この EJ モレノが寄稿しているフリッカリングミスというメディアサイトには、ロバート・コッチャーという別の評論家がもっと長い論評を投稿しています。この論評の中で、ロバート・コッチャーは、ロングレッグスの良さも認めつつ、全体的にはもっと批判的な内容の評価を下しています。ロングレッグスは魅力的で、時間があっという間に過ぎるような体験であり、悪魔的なまでの衝撃が全編にわたって響き渡る映画だ。しかし、不気味な演技と優れた技巧以外に掘り下げてみるようなものは大してない。つまり、この10年で一番怖い映画という評価は、実際はフリッカリングミスというメディア内の共通認識ですらないのです。この EJ モレノという評論家が格別影響力のある人というわけではありませんが、アメリカ公開時には配給会社のネオンが
彼が使ったこの10年で一番怖い映画というフレーズを宣伝の中で大々的に引用しました。この時点ですでにネオンは映画の中に登場する暗号と劇中映像の一部を組み合わせた映画のストーリーを伏せた謎めいた短い映像を少しずつ公開するというマーケティング手法で大きな注目を集めていました。ちなみに最初に公開した映像ではタイトルすら暗号で書かれ大きな話題を呼びました。この謎めいたマーケティングにこの10年で最も怖い映画というフレーズが加わり、結果的に多くの観客を呼び込むことに成功したのです。だから口コミで徐々に怖いという評判が出てヒットしたタイプの映画ではありません。ブレアウィッチプロジェクトやクローバーフィールドのような公開前から周到なバイラルマーケティングを打ち出して公開日までに時間をかけて期待値を育てていったのです。そして7月になり映画がアメリカの一般観客向けに封切られた後、この10年で一番怖い映画という宣伝文句によって多くの困惑を呼んだのもまた事実です。ロングレッグスは実際かなり癖の強い変な映画で、大衆が期待するようないわゆる怖い映画ではありませんでした。褒めている人ももちろんたくさんいるし、でも同時に激しくけなしている人もいる。特に10年に一度の怖い映画と聞いて、その一点を求めて見に行った人たちはがっかりしたんです。レビューサイトのロッテントマトを見ると、一般観客の点数は決してすごく高いというわけではありません。作品の内容と宣伝文句にミスマッチがあったという、ただそれだけのことで、それはアメリカでも変わりません。映画公開後のアメリカでの評論や YouTube、ポッドキャスト、ラジオ番組でも課題広告について指摘している人は普通にたくさんいます。なお、元凶となった EJ モレノは映画の公開後にもう一本ロングレッグスに関して動画を上げています。その中で自身が使ったフレーズへの反響に対して言及し、このようなことを言っています。もしあなたがこの映画が怖くなかったなら、それは別に構わないが、楽しんでいる人に水を差すのはやめてください。これはこの10年で一番怖い映画という言葉に乗せられてがっかりした人たちがこの映画を褒めている人たちに対して攻撃的なコメントをしたりする事態になったからなのは明らかです。その動画には EJ モレノに対するこんなコメントも寄せられています。一般的な映画の観客がこの10年で一番怖い映画と聞いたら全然違う映画を期待するでしょう。この映画は素晴らしい作品であって奇抜で不誠実な宣伝文句は必要なかったと思います。と。さらに EJ モレノは年末に X にこういう投稿もしています。私がロングレッグスをこの10年で一番怖い映画と評して、ホラーファンのコミュニティを騒がせた時のことを覚えてる？いい時代だったな。完全に開き直っています。人気のあるネットパーソナリティであるサラ・ホーキンソンもロングレッグスの感想動画の中でロングレッグスをめぐる人々の意見の分裂に言及して、そもそも怖いとは何か、ホラーとは何なのかという話に時間を割いています。またコメント欄には映画公開後の状況を捉えたこんなコメントが寄せられています。観客の中にはこの10年で一番怖い映画というフレーズに固執し、映画を楽しむのではなく、まるで挑戦を受けたかのように怖がらないようにすることにだけ集中してしまった人もいるような印象を受けました。これは日本でも今見られている状況だと思います。ということで十分趣旨は伝わりましたよね。この10年で一番怖いというフレーズは一人の試写で見た人が半年後にこの映画を見る人たちに興奮を伝えるために使った大げさな言葉でしかなく、実際アメリカでも公開後に困惑を持って受け止められたフレーズなんです。アメリカでの公開後にみんなが10年に一度の怖い体験だと言ってそれが日本公開時に宣伝に使われたわけではありません。だから忘れてください。そもそも宣伝なんてそんなものです。ロングレッグス、
いい映画です。変な映画です。私はそう思います。アメリカ人だから怖い、面白い、そういうものでもないと思います。もしもあなたがまだこの映画を見ていなかったら、ぜひ変に腕まくりをして青筋立てて劇場に向かうのではなく、肩の力を抜いてリラックスして、なんなら善の心持ちで見てください。怖いか怖くないかという評価基準を前提に臨むのはもったいないかもしれません。それは見えたかもしれないものを見えなくさせるからです。私だったらこの映画のキャッチコピーはこうします。なんか変なもの見ちゃったんだけど。これぐらいでちょうどいいと思います。